んにちは。シア畑菜園アドバイザーの音根です。今日は分解に時間のかかるバーク堆肥についてご紹介をしていきます。バーク堆肥を使うなら今が最適の時期です。バーク堆肥とは木材や木くずを砕いて堆肥化をしたものです。もし自宅の枝などを剪定して出たものを堆肥化すれば同じように資材として使うことができます。しかし堆肥化されているとはいえ木材の破片などが残っており完全に分解されるには少し時間がかかる資材になります。使い方を間違えて投入をしすぎると逆に野菜の成長に悪影響を及ぼすこともあります。今回はバーク堆肥の特徴と冬に使うメリット、バーク堆肥の使い方をそれぞれご紹介をしていきます。最後にご質問にも回答させていただきますので是非ご覧ください。それでは行ってみましょう。それではバーク堆肥を冬に使うメリットをご紹介していきます。バーク堆肥は分解するのに非常に時間がかかります。未熟なものなら数年間かかる場合もあるでしょう。投入する目的としては1つ土壌を肥沃にする、2つ目保水性と保湿性の向上、3つ目通気性の改善などが挙げられます。一般的に土壌改良で期待する内容はバーク堆肥を使うことで達成ができます。腐葉土との違いですが繊維質が多くですね、隙間に多く水を保持することができます。腐食を多く含むので保湿性が非常に多く含まれます。高温発酵されている場合が多く、雑草の種や害虫の卵などが非常に少なく、腐葉土よりも保肥と保水性に非常に効果があります。通気性の改善なら腐葉土がおすすめになります。使う時のデメリットとしては投入しすぎると窒素飢餓が発生されると言われております。分解する微生物がバーク堆肥の分解時に窒素を大量に消費して窒素不足が発生するためです。そのため冬場に穏やかに分解を進めておいて春には窒素飢餓が起きないように、また土壌の改善が終わるようにすることが良いでしょう。それでは実際に使い方をご説明していきたいと思います。バーク堆肥の選び方なんですが、あまりですね安価なものを使用しない方が良いかと思います。国産のものはですね安全面では信頼ができると思います。安いものは、原材料がですね、安いため安全性が気になるため使うのを避けた方が良いかと思います。こちらのようにですね完熟バーク堆肥を使用するのをお勧めしたいと思います。開封して使う量をバケツに移したら塊等があれば、しっかりほぐして使用するようにしてください。では実際にこちらをちょっと見てみましょう。これをバーク堆肥はですね大きな塊はほぼないようですが、非常にですね完熟されたバーク堆肥ではないかと思いますね。このように非常に細かいよく完熟されているんじゃないかと思います。特にですね目立った木くず等もないですね。細かいね木の枝が形としては見えますけども気になるようなものはないですね。今ちょっと何か白っぽいものが見えましたけどもごく小さいもんで、よくね熟成されているバーク堆肥ではないかと思います。それではですね畑にバーク堆肥をすっ込んでいきたいと思います。畝にすっ込む量はですね1平米あたり約4リッターのバーク堆肥をすっ込んでいきたいと思います。では実際にやってみます。これがですね約4リッターの量になります。これをですねだいたいこの1平米の中にですね均等にすっ込んでいきたいと思います。はい、このようにですね1平米の中に約4リッターのバーク堆肥を入れました。これをフワですっ込んでいきたいと思います。はい、じゃあ実際にやってみましょう。このようにですね15センチ20センチぐらいの深さになるようにすっ込んでいけばよいかと思いますんで、実際にですねこうクワの長さを勘案してこうしっかりとすっ込んでいきたいと思います。しっかりとすっ込んでバーク堆肥はですね通気性を良くする効果もありますので畑のですね、表面に巻くことでふかふかの土を作ることができます。一度だけじゃなくてね、2回か3回同じようなことをこうやって繰り返してですねいくと良いかと思います。しっかりとね土の中に馴染むようにですねこうやって耕していってください。
突っ込みが終わりましたらね、透明マルチやですねビニールシートなどをかけて微生物を活性化させましょう。冬の低温の間もこのようにしておくと微生物が活動しやすい状態になるかと思います。透明マルチなどない場合はですね、黒マルチでも大丈夫だと思います。透明マルチはですね、夏はねよく太陽熱消毒に使用されますが、冬の場合は微生物の活性化に役に立つと思いますんでね、是非そういったことで活用していただければと思います。最後はですね、水はけの良くする方法をご紹介していきます。土壌の水はけが悪い場合にはですね、先ほどのようにですね、表面にねバーク堆肥をまいても意味がないもんで、50センチ以下の高板層付近にですねバーク堆肥を入れておきましょう。これもですね、栽培時期になってからでは遅いのでですね、今の時期にねこういった作業をしておきましょう。こちらに50センチほど掘って、高板層に近いところまで掘っております。ここにですねバーク堆肥をまいてですね、バーク堆肥の層を作るようにすると良いかと思います。それでは入れてみます。こういうふうにですね、まんべんなくバーク堆肥を入れていくと良いかと思います。このようにまんべんなく入れましたら、また土をですね、元通り埋め戻していきたいと思います。今回はですね、見本的な感じで穴を掘りましたが、皆さんがね実際やる場合は大きさ等はですね、畝の大きさに合わせてやっていただければ良いかと思います。またね、作業的にはね大変ですけどもね、その後のね野菜の成長等がね、しっかり育っていくと思いますんでね、是非ねこういった作業もやっていただければと思います。はい、これで埋め戻しを終わりました。はい、それでは質問コーナーです。こちらのアスパラガスの動画にご質問をいただきました。鶏粉があるのですが、鶏粉を使う野菜はありますか？家庭菜園でやっております。鶏粉はですね、いろんな野菜に使えると思います。馬糞だとか牛糞だとか豚糞だとかね、比べてもですね非常にバランスのいい肥料になると思いますんで、非常にですね鶏粉は有機数の中では非常に使いやすく、また効果のある肥料になりますんでね、是非いろんなね野菜に使ってみてください。ただね、一度にねあまりたくさん使うというよりもですね、少しずつ何回かに分けて使う方がより効果が出ると思いますんでね、そのようにして使っていただければ良いかと思います。またね、家庭肥料と違ってね時間がかかりますんでね、その点だけはご注意していただければと思います。今日は分解に時間がかかるバーク堆肥の使い方について、説明をさせていただきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。シア畑菜園アドバイザー利根がお送りいたしました。それではまた。